こんにちは、ジパング55のタカです。今回は長野県軽井沢にある軽井沢マリオットホテルをご紹介します。人気観光地にあり、部屋に露天風呂もある人気ホテルをたっぷりお届けいたします。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。軽井沢は東京から新幹線で2時間ほどの位置にあります。山岳地域にあるため、夏には避暑地として人気の観光地です。マリオットホテルも緑に囲まれた自然豊かな場所です。コテージもあり、ペットと一緒に泊まれるようですね。軽井沢マリオットの多くの部屋は2つの建物にあります。こちらのメインウィングとノースウィングです。今回はノースウィングに泊まりたいと思います。ノースウィングのロビーは広々していて、ゆったりしていますね。今回予約したのは、通常のツインの部屋だったのですが、露天風呂付きの部屋へアップグレードしていただきました。チェックインカウンターは2つしかないようで、少し混んでいますね。1階と2階に客室があるようです。待ち時間の間食べれるように、チョコチュロスとフルーツティーが用意されていました。待っている間もゆっくりできますね。チェックインの時間帯以外はコーヒーが置いてありました。軽井沢で有名なミカドコーヒーですね。売店などはなく、ドリンクは自動販売機で販売されていました。絵本やお水などもロビーで提供していました。一部のアメニティはロビーから持っていくスタイルでした。シャワーキャップやヘアブラシなどは有料でした。歯ブラシ、カミソリなどは持っていくスタイルです。それではお部屋をご紹介します。露天風呂付き、キングベッドのお部屋です。ベッド脇には、フロントへの電話と部屋のライトを操作できるボタンがありました。畳の和室もありました。色合いも落ち着きがあります。テレビも大きいので見やすいですね。テレビの位置は変更できるようになっているので、ベッドの上からも見ることができます。アイロンとアイロン台もありますね。荷物置き場も広めです。クローゼットはなく、荷物置き場の上にハンガーなどがかけてありました。引き出しには浴衣、スリッパなどがありました。部屋でしか着れないようですが、浴衣があるのは嬉しいですね。ミニバーの上には、お水とコーヒーメーカーが置いてありました。消臭スプレーとボトル3本も置いてあります。コーヒーは2種類抽出できます。机の中にはコーヒーと紅茶が入っていました。コーヒーは軽井沢で有名なミカドコーヒーがあります。長年親しまれているコーヒーショップです。TWG の紅茶もありました。部屋の飲み物は充実していますね。冷蔵庫も大きめで、購入したものもいろいろ入りそうです。洗面台も広く、綺麗ですね。ボディクリームや石鹸などもありますね。体重計、トイレも綺麗ですね。ドライヤーはモッツヘアが置いてありました。部屋には小さいベランダもありました。この部屋一番の魅力である露天風呂も見ることができます。露天風呂の前には脱衣所があり、着替えなどができるようになっています。バスタオル、大浴場の移動に使えるバッグもありました。小さいタオルなどもありますね。シャワールームもついています。意外に広めなので、体も洗いやすいと思います。こちらが露天風呂です。草などが入らないように、シートがかぶせてありました。湯が汚れない気遣いがあるのは、嬉しいですね。本日はこちらのお部屋に1泊します。お値段は1部屋5万1000円でした。アップグレードされたので、プラス1万から2万円ぐらいのお部屋だと思います。マリオットボンボイのポイントの場合、3万から7万ポイント前後で宿泊が可能です。メインウィングには大浴場、ジム、レストラン兼ラウンジがあるようです。スイートルームの部屋などもあります。部屋に温泉がついているタイプの部屋はノースウィングにあるようです。
メインウィングとノースウィングは屋根でつながっていないので、雨の日は移動が大変ですね。プラチナ会員の場合、朝食もついています。会場はクラブラウンジではなく、通常の朝食会場と一緒の場所のようです。軽井沢マリオットの場合、クラブラウンジとレストランが兼用で、紐で場所を仕切っています。部屋以外にも大浴場があるのは嬉しいですね。プラチナ、チタン、アンバサダー会員にはウェルカムギフトがあります。ポイントか、スナックとドリンクのどれかから選ぶことができました。アメニティグッズの一部は、先ほどご紹介した通り、ロビーから取ってもらう案内もありました。ルームサービスの料理もいろいろありますね。値段はお高めです。飲み物の提供もありましたが、ラウンジで飲めるのでそんなに必要ないと思います。ホテルと軽井沢駅との間で、無料シャトルバスも運行しています。本数が多いわけではないですが、車がなくても安心して移動ができますね。それではメインウィングの紹介をしたいと思います。こちらが送迎バスです。マリオットのマークが入っているので、わかりやすいですね。メインウィングは収容人数が多いので、建物は大きいようです。玄関も重厚な作りになっていますね。雨の日には玄関に傘があり、貸し出しもしてくれました。こちらにもチェックインカウンターがありました。ロビー横にはレストラン兼クラブラウンジがあります。座席数はかなり多そうですね。ただロビーから吹き抜けになっているので、ロビーを利用するお客さんから丸見えです。少し騒がしさも感じますね。雑誌や新聞などもありました。テレワークスペースのようなエリアもありました。ラウンジの席としても利用可能なようです。1階には大浴場とジム、スパなどがあります。スパは2万円から3万5千円ほどで施術を受けられるようです。ジムはこじんまりしており、外などは見れませんでした。器具も多くはない印象です。お水などは用意がありましたね。大浴場は奥にありました。中で写真は撮れませんでしたが、広々していました。小さめですが露天風呂もありました。更衣室にはドリンクバーも用意があり、ジュース類も飲めるようになっていました。更衣室にドリンクバーがあるのは初めてですね。それではカクテルタイムのクラブラウンジを訪れたいと思います。手書きの看板があり、可愛らしいですね。カクテルタイムでは、お酒とおつまみの提供がありました。お酒の種類はかなり多いですね。長野の地元ワインなどもあり、種類が多いですね。チーズ、レーズン、クラッカーなどがありますね。ワインの他にも、カクテル、ウイスキー、日本酒などもあります。ビールサーバーでの生ビールの提供や、缶ビールもありました。ノンアルコールビールや梅酒があるのも珍しいですね。オレンジジュースやウーロン茶もありました。食事は軽食が多いです。わさびと山芋、魚の南蛮漬けなどがありますね。デザートはお菓子やマシュマロ、プチパンケーキなどがありました。座席数は多く、レストランを利用しているお客さんも多かったですね。ガラスの前には、軽井沢で有名な白糸の滝を模した滝もありました。大浴場からも見えていたので、この下がちょうど大浴場なのだと思います。料理も 20% 割引で注文できるようです。サラダやピザなどもありますね。お酒の種類は多く、過去に利用してきたラウンジの中でもトップクラスです。地酒を提供しているのも嬉しいですね。お酒が好きな人はとてもいいかもしれません。料理の種類はそんなに多くなく、お酒のつまみのような感じでした。夕飯には物足りなさを感じるので、お金はかかってしまいますが、料理を注文した方がいいかもしれません。
混雑時は利用時間が1時間と決まっているようなので注意が必要ですね。それでは部屋に戻りたいと思います。部屋に露天風呂があるのはやはり最高ですね。いつでも人目を気にせず入ることができます。ラウンジで飲んだ後、部屋のお風呂でゆっくりするのもいいですね。もし宿泊するなら露天風呂付きの部屋が良いと思います。ホテルは全体的に接客も丁寧で、手書きの看板やサービスもあり親近感が持てます。ホテルと温泉宿が融合したような感覚ですね。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。朝も部屋の露天風呂に入りました。すぐに部屋の露天風呂に入れるのは最高ですね。湯はずっと流れているようだったので、夜に汚れているなどもありませんでした。それでは昨日と同じ場所に朝食を食べに行きたいと思います。朝食はかなり種類が豊富そうです。新鮮なサラダ類が多いですね。昨日はチーズが1種類しかありませんでしたが、朝は数種類用意されていました。ハムやサーモンなどもありました。パンも種類が多いですね。名産のブルーベリーを使ったパンなどもあります。軽井沢で有名な浅野屋の食パンもありました。クロワッサンや菓子パンも美味しそうです。温かい洋食料理もあります。スクランブルエッグ、ソーセージ、ベーコンなど定番メニューが並んでいます。シューマイやお味噌汁もありました。ゆで卵が5分、8分、12分と、まさかの時間ごとに分かれていました。ゆで卵が時間ごとに分かれているのは初めて見ますね。和食も充実していました。サバを入れたお味噌汁など、珍しい料理もありました。他にも納豆や湯豆腐などがありますね。長野はわさびも有名なので、わさび丼もありました。漬物などと一緒に食べるようですね。お粥もありました。白米と雑穀米もありました。釜炊きご飯で美味しそうですね。長野名産の漬物や味噌を使って食べれるようです。これはご飯がどんどん進みそうですね。信州そばなどもありました。ベトナム料理のフォーもあり、トッピングできる具材も多いです。フレンチトースト、パンケーキ、目玉焼きもありますね。どれも熱々で美味しそうです。クリームやジャムなどをトッピングできます。ドライフルーツやグラノーラなどもありました。フルーツも種類が多く、メロン、グレープフルーツ、オレンジなどがありますね。ドリンクはコーヒーメーカーでカフェラテ、カプチーノなどを抽出できるようです。コーヒー豆はミカドコーヒーでした。ヨーグルトは3種類あり、蜂蜜などで味付けもできました。豆乳、牛乳、オレンジジュース、スムージー、甘酒などもありました。朝食は打って変わって種類がかなり多いですね。どれを取るか悩んでしまいます。特に地元の名産品を使っているのは嬉しいですね。長野の漬物、そば、わさび、地元のコーヒー、パンなど、ここで軽井沢が満喫できてしまいますね。浅野屋のパンは一時期 JAL の国内線ファーストクラスラウンジでも提供していましたね。軽井沢のお店だとは知りませんでした。ミカドコーヒーは次回の軽井沢観光動画でもお店を紹介できればと思います。甘酒やゆで卵の提供など独特なものも提供していて面白かったですね。朝食会場は8時頃利用したのですが、少し混んでいたので早めに利用した方がいいかもしれません。通常の値段にプラチナ特典で露天風呂、夕飯代わりの軽食、朝食をつけたら妥当な値段かなと思いました。今回料金としては1人当たり2万6,000円するので、もしそれらがついていなかったとすると少し割高のように感じますね。ポイント利用かプラチナ以上の特典で宿泊した方がお得だと思います。ただスタッフの方はかなり丁寧に接客してくれますし、サービスも行き届いていると思います。朝食はすごく美味しいですし、種類も多いのでおすすめですね。
わさび丼を食べてみたいと思います。少しわさびを入れすぎて辛くなってしまいましたが、とても美味しかったです。お茶漬けのようにして食べたので、出汁も効いていて風味も良かったです。それでは残りを食べてしまいたいと思います。チェックアウトの際には、眠気覚ましのガムも提供していました。こういったサービスも嬉しいですね。それでは今回の軽井沢マリオット、いかがだったでしょうか。人気観光地で露天風呂に入りながらゆっくりすることができましたね。気になる方は訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。